皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は昨日2023年7月3日に開催されました10thアニバーサリーツアー関東ラウンド初日の ZEP 新宿のお給仕についてつぶやいてみたいと思います。前の動画でもつぶやきました通り、私はチケット当選できずで帰宅できなかったのですが、多数ツイートが上がってましたので羨ましいなという思いとともにセトリなどを見ていきたいと思います。まず会場は歌舞伎町タワーの ZEP 新宿ということで、やはり今回も外の大きなビジョンで映像が流れてたみたいですね。これ盛り上がるからありがたいんですよね。で、ご当地 T シャツはなんか渋い感じですね。これは東京または新宿とどう関係しているのかのツイートは見つけられませんでした。ちなみにお嬢様エリアは神戸ハーバースタジオと同じく2階だったとのことで、評判も良かった感じですね。で、セトリですが、お名手界のレジェンド的なフォークメタルさんのツイートから勝手に引用させていただきます。まず、ドミネーションで、グローリー、ダイス、プレイと来て最初の MC。これすごいですよね。いきなり体力奪いに来てる感じがします。皆さんのツイートでも、ここで体力と声を使い果たしたってつぶやかれてましたね。初見の方には、これぞバンドメイドって感じで、つかみは OK って感じでしょうか。多分 MC で小鳩さんの私が大好きなようこそバンドメイドのお給仕へのコールの後、バランス、パズル、チューズミー、さよなきどり、フロムナウオンですか。ここは聴かせる感じですかね。エモーショナルな曲が揃ってますね。パズルとか盛り上がったんだろうなと思いますし、バランスはサイちゃんの高音が綺麗に出ていたとツイートされてましたね。迷わずチューズミーって言った後、開けていくサイちゃんが目に浮かぶ感じです。それで MC 挟んでマナーズ、アンフェアゲーム、ヘイト、センスですか。アンフェアゲームってめっちゃレアじゃないですか。羨ましいです。で、ヘイトはドラムソロがあったり、ミサさんとミンチョのギターバトルがあったりとか、羨ましすぎます。それで3回目の MC ですが、ここでおまじないタイムですかね。わかりませんが。で、アローン、コラリウム、デイドリーミング、アネモネ、メモラブルということです。ここもエモエモですね。バラード3曲はご主人様お嬢様へのサービス&休憩タイムって感じでしょうかね。それで最後の MC があって、フリーダム、アンリッシュ、エンドレスストーリー、スクリーミング、ノーゴッド。何曲やるんですかね。23曲ですか。いきなり飛ばしますね。ツイート見てると、エンドレスストーリーはみんなめっちゃ声出てたみたいで、みんな横ありの練習してるのかなと思っちゃいました。同じくツイートでエンドレスストーリーで終わりかと思ったら、スクリーミングノーゴッドときてびっくりしたとツイートされてました。確かにこの流れだとエンドレスストーリー終わりかと思いますよね。万目さんもそうだと思いますが、絶対ご主人様お嬢様は体力使い果たしたんじゃないでしょうか。ライブハウスは地下4階ということで、終わってから地上まで上がるのに体力を使い果たしたおじさんにはきついみたいなツイートも上がってましたね。でも、ミンチョも覚醒していたようですし、MC での小畑さんとサイちゃんの掛け合いが面白かったとか、ミサさんがさよなきどりのドラムを完璧に叩いたとか、MC と演奏のギャップがいつにも増して発揮されていたようで、絶対楽しかっただろうなと思いながらツイート見てました。サイちゃんもツイートで最高だったと言ってましたね。皆さんガンガンツイートするので、おすすめトレンドに上がり続けてますね。臨場感が感じられてありがたいです。はい。ということで、10thアニバーサリーツアー ZEP 新宿のお給仕に帰宅できた方たちが羨ましいなというつぶやきでした。来週の新潟ロッツは私も帰宅できますので、思いっきり楽しんでいきたいと思います。今回は以上です。それではまた次回。